マッチーズワールドへようこそ。かつてホンダのシティとモトコンポが掲げていた6輪生活コンセプトに惹かれて、これまでコペンのトランクに折りたたみの電動アシスト自転車を乗せて出先でサイクリングを楽しむべく準備を進めてきました。電動アシスト自転車の購入に始まり、トランクボードの作成や自転車を固定するための様々な作業を経て、いよいよ今回6輪生活コンセプトを体験してみたいと思います。動画のタイトルにもある6輪生活については過去の動画でも簡単に触れていますが、今回はシリーズの集大成なので改めて解説したいと思います。6輪生活はかつてホンダが1981年に発売したシティというハッチバックに同時並行で開発された折りたたみ式の原付スクーターであるモトコンポを乗せて、長距離は車で移動し、目的地での近距離移動にはバイクを使ってもらおうというカーライフのコンセプトになります。車好きからするととても魅力的に思える6輪生活コンセプトですが、実際に体験するには多くのハードルがあったようです。欠点や問題点として挙げられていた点はいくつかありますが、まずは価格設定が割高だった点が挙げられます。シティとモトコンポを両方購入した際のプライスは90万円弱でしたが、1980年代当時のコンパクトカーとしては割高な設定であり、特にあまり走行性能が高いとは言えないモトコンポは販売台数が伸び悩んでしまいました。車好きの金銭に触れるユニークな6輪生活コンセプトも予算に合わなければ購入してもらえないということですね。2つ目はモトコンポの重量です。モトコンポはバイクとしては軽量でしたが、それでも約45キロの重さがありました。一般的にバイクを車に積む際はスロープを使いますが、シティはハッチバックなので持ち上げて積み込む形になります。しかし45キロもの重量になると若い男性でも人を選びますし、腰に不安を抱えている人はもちろん、女性やご老人にはまず無理な作業だと言えます。冷静に考えれば、企画の段階でバイクをハッチバックに乗せる際の重量が問題になることくらい分かりそうなものですが、それを実際形にしてしまうところが、良くも悪くもホンダらしさなのかなと思います。3つ目は、モトコンポを乗せると、それだけでトランクがいっぱいになってしまうことです。シティはスペースユーティリティに優れたコンパクトカーとして、軽自動車よりも少し大きいだけのボディにもかかわらず、頭上空間や足元空間に余裕がある広い室内空間を特徴としていました。しっかり使えるトランクスペースも売りの一つでしたが、モトコンポはトランクスペースにぴったり収まるサイズなので、逆に言うと、モトコンポを乗せてしまうと他の荷物をほとんど積むことができなくなってしまいます。モトコンポを乗せることで、スペースユーティリティというシティの魅力が一つ失われてしまうのは、なんとも悩ましいですね。4つ目は運動性能への影響です。トランクに45キロの重量物を乗せればどんな車でもハンドリングへの影響は避けられませんが、シティの重量は最も軽量なモデルで700キロ以下というライトウェイトぶりだったので、かなり影響が大きかったようです。5つ目はバイクならではの扱いづらさです。モトコンポは2ストエンジンのバイクなので、トランクに積み込むと車内にオイルや排ガスの匂いが充満してしまい、車内環境がかなり悪くなってしまったようです。また、モトコンポはあまり普段使いに適しているとは言えないバイクであるため、普段はガレージや家の軒先で保管されることが多い運命にありましたが、それでもガソリンが傷まないように定期的に乗ったり、油脂類を交換するなどのメンテナンスを行う必要がありますし、バイクなので自賠責保険にも入らなければならないなど、気軽な移動手段というイメージとは裏腹に、オートバイの面倒な側面を全て背負うことになってしまいます。このように数々のハードルがあった6輪生活コンセプトは、モトコンポの販売不振という形で市場にジャッジを下されることになりました。しかし、荷室がほとんど使えなくなっても、ハンドリングが悪くなってしまっても、トランクの中にこれまでにない楽しい体験をもたらしてくれる乗り物が入っているというワクワク感には、矛盾や葛藤を超えた魅力があるように感じます。かくいう僕も今、コペンのトランクに折りたたみの電動アシスト自転車を乗せて目的地に向かう車中で、まさにそのワクワク感を全身で感じています。さて、今回の目的地である鎌倉市に入りました。鎌倉は観光地ゆえに駐車料金が高めなのですが、観光名所から少し距離が離れても良ければ、意外と安価な駐車場を見つけることができます。今回は昭和パーク常明寺前というパーキングにコペンを止めて、そこから自転車での散策を予定しています。おっと、本当はここを左に入るのですが、
左カーブを抜けたすぐ先だったこともあり、通り過ぎてしまいました。その後、適当な場所で U ターンして無事に到着しました。こちらの駐車料金は平日であれば24時間700円、土日でも24時間1000円という格安の料金設定になっています。観光スポットから少し離れていることと、まだお店がやっていない時間帯ということもあってか、駐車場はガラス機の状態でした。ここは駐車スペースの背後が広く取られているのもいいですね。自転車を組み立てる際の作業性に影響するので、これは助かります。それでは自転車を車から下ろして組み立てていきます。トランクを開けたところ、自転車が特に動いてしまうようなことはなく、家を出た時と同じように収まっていました。積み方に関してはこの方法で大丈夫そうですね。2本のにじめベルトを外したら自転車を下ろします。ハンドルを立ててフレームを戻したら各部の緩衝材を取り外します。この日は3月中旬ということで朝はライトダウンを着ていましたが、体を動かすには暑いので上着を着替えます。自転車に乗る際のリュックにはドイターのレース EXP エアを使っています。非常に素晴らしいリュックなので気が向いたらレビュー動画を作ってみたいと思っています。それではいよいよ出発します。駐車場は鶴岡八幡宮まで自転車で5分くらいのところにあるので、まずは道なりに参道の方へ向かっていきます。なお、今回の目的地は全部で4つあります。1つ目は前から自転車で海沿いを走ってみたかったので、海沿いの国道134号の方に行きます。2つ目は今日のメインイベントになるのですが、かつてコペン乗りの聖地と言われたコペンローカルベース鎌倉の跡地に行ってみることです。3つ目は鶴岡八幡宮への参拝です。厳密に言えば一番最初に行くべきなのでしょうが、タイムスケジュール的に今回は後回しにします。4つ目は鎌倉ベニヤでお土産を買って帰ることです。時間はまだ8時半くらいなので、周囲のお店はやっていなくて観光客もまばらなのですが、それでも鶴岡八幡宮のところまで来ると少し渋滞していますね。鶴岡八幡宮の三の鳥居が見えました。ここを左折して参道に入り、一気に海岸の方に向かっていきます。ちなみに白いミニバンが路駐しているところが最後の目的地である鎌倉ベニヤになります。よく見ると開店前にもかかわらず人が並んでいますね。ここのくるみっこというお菓子は午前中には売り切れると言われる人気商品なので、確実に買いたい場合は開店前から並ぶ必要があるのかもしれません。さて、最初の予定は海沿いのサイクリングですが、今回はなんとなく由比ヶ浜ではなく材木座海岸の方に向かうことにしました。きっとどちらもそれぞれ良さがあると思うので、次に来る機会があれば由比ヶ浜の方に行ってみたいと思います。鎌倉の駅が近づいてきましたが、まだ時間が早いので歩道にはあまり人がいないですね。この日は日曜日だったので、周囲のお店が開く時間になると状況が一変すると思います。材木座海岸にやってきました。当初は予定していませんでしたが、せっかく海沿いに来たので砂浜に降りてみることにしました。ところがほんの少し走っただけで、この自転車で砂浜は無理だと分かりました。ものすごくハンドルを取られますし、リアタイヤが左右に流れてしまって、とても乗っていられる状態ではありません。とはいえ、自転車で海に来たのは初めてなので、新鮮な体験ができました。続いて国道134号にやってきました。海沿いのサイクリングはとても爽快ですね。晴れ模様でないことだけが残念ですが、自宅から遠く離れた景色のいい場所を自転車で走るのは想像以上に気分がいいです。速度は時速20キロ強といったところですが、これくらいの速度域だと自然と周囲の景色が目に入ってくるので、
オープンカーで駆け抜けるよりもその場の雰囲気を色濃く味わうことができるように思います。前から抱いていた自転車で海沿いを走ってみたいという思いを叶えることができたのは6輪生活コンセプトのおかげなので、これまであれこれ準備をしてきて本当に良かったと思いました。鶴岡八幡宮に通じる参道である若宮大路のところまで戻ってきました。ここは国道134号との交差点にある鎌倉安全境界碑ですが、いつもは車であっという間に通り過ぎてしまうので、今回初めてじっくり眺めることができました。車でも自転車でも交通安全は大切なので、肝に銘じておきたいと思います。さて、それでは今回のメインイベントであるコペンローカルベース鎌倉の跡地に向かいたいと思います。ちなみにコペンローカルベース鎌倉というのは、ダイハツが地域に深く根ざす企業というコンセプトを体現するためのドライバーズカフェとして2014年6月にオープンしたカフェになります。惜しまれつつ2022年6月に閉店となりましたが、全面ガラス張りの開放的な建物で一角に飾られたコペンを見ながらブリトーやタコスをいただけるお店になっており、一部ではコペン海苔の聖地と呼ばれていました。鶴岡八幡宮の一の鳥居が見えてきました。これは徳川4代将軍家綱によって寄進された石造りの鳥居で、関東大震災で倒壊した後に復元されたものだそうです。ところどころに歴史を感じさせるものがあるのも鎌倉の魅力ですね。この辺りから徐々に市街地に入っていきます。なお、コペンローカルベース鎌倉では閉店直前にファイナルパーティーが行われたのですが、僕はその抽選に外れてしまったこともあり、もう二度と行くことはないだろうと思っていました。そんな中、今は別のカフェになっているらしいという噂を聞いたことが今回の訪問につながりました。コペンとは関係のないお店だということは百も承知ですが、今回はあえて詳しく調べずに向かってみることにしました。普段は十分に下調べをしてから出かけることが多いのですが、新鮮な発見を楽しみたいのと、仮に定休日だったとしても今回は自転車移動なので、思いつきで別のお店を開拓する楽しみがあると思ったからです。コペンローカルベース鎌倉の跡地が見えてきました。近づいてみると、なんだか以前と変わらないような雰囲気で少し拍子抜けしてしまいました。店名はアナザーデイ鎌倉となっていますね。メニューの雰囲気もちょっと近い感じがします。また横の壁の店名も書き換えられていました。早速自転車を止めてお店に入ってみます。注文の時に許可をもらって店内を撮影してみました。もちろんコペンを置いてありませんが、居抜きでやっているカフェなのでやはり雰囲気が似ていますね。以前のお店で使われていたアンティークなテーブルと椅子がそのまま引き継がれているのもその印象を強めていると思います。今回はバニラキャラメルワッフルとダージリンティーにしてみました。ちなみに僕が初めてコペンローカルベース鎌倉に来たのは3年前の2020年3月に念願かなってコペン GR スポーツを手に入れて最初の遠出として訪れた時なのですが、あの時の嬉しさは今でも忘れません。初めての緊急事態宣言を間近に控えた店内には僕一人しかお客さんがいませんでしたが、店員さんの気遣いが花を添えてくれたのもあってとてもいい思い出になりました。また店内にコペンのグッズが売られているのも特徴的でしたね。こちらで購入したドライビンググローブは今でも大切に使っています。できることなら初の車検を迎えたコペンでまたローカルベース鎌倉を訪れてみたかったです。アナザーデイ鎌倉は居心地のいいカフェとしてきっとこれからも鎌倉の地で愛されていくと思います。一方で僕にとっては特別に訪れる理由がなくなってしまったので、おそらく今回が最初で最後になるように感じました。今回アナザーデイ鎌倉を訪れたことでファイナルパーティーの抽選に外れて中途半端になっていたコペンローカルベース鎌倉の思い出に終止符を打つことができたように思いました。車を購入した後にどんなカーライフを体験するかはとても大切な要素ですが、コペンとのカーライフのスタートに彩りを添えてくれたコペンローカルベース鎌倉には心からの感謝を伝えたいですね。続いては鶴岡八幡宮の参拝に向かいます。朝と比べて路上駐車が増えてきましたし、歩道を歩いている人も増えてきたのがわかります。鶴岡八幡宮の二の鳥居が見えてきました。
なお、二の鳥居から鶴岡八幡宮までの車道より一段高い歩道は段葛といって、源頼朝が造営させた全国で唯一残っている遺構となります。また、春になると段葛の両脇に植えられた桜がアーチとなり、美しい参道になるそうです。右手に段葛を見ながら三の鳥居を目指します。この辺りはお店が連なっているので、歩道にはたくさんの人が歩いていますね。今回のようなプランでは、自転車での移動が本当に快適だと感じます。三の鳥居を左に曲がって少し行くと、鎌倉有料駐車場に到着します。さすがに鶴岡八幡宮の目の前なので、車だと料金が高いですね。ここは前払い制で、追加料金がある場合は帰る際に別途精算する形になります。自転車の料金は2時間以内200円で、以降は超過30分ごとに50円となります。これだけ人通りの多い場所なので、自転車を監視してもらう料金としては妥当かなと感じました。鶴岡八幡宮は鎌倉のシンボルともいえる場所なので、多くの人で賑わっていました。今回はまっすぐ本宮に行ってお参りをしてきましたが、境内にあるいくつかの神様を祀るお社を巡ることで、勝負運、仕事運、出世をはじめ、様々なご利益が得られるとされています。その後、最後の目的地として鎌倉紅屋でお土産を購入しました。僕の5人ぐらい前に並んでいた人が最後のクリミックを買ってしまったので、今回は焼き菓子にしてみました。自転車を取りに行って駐車場に戻ります。一つ想定外だったのは、お土産を持って帰る方法を考えていなかったことです。紙袋をハンドルに引っ掛けていますが、本当はもう少し大きいリュックで来るか、キャリアを活用できるようにした方が良かったと思いました。この時間になると鶴岡八幡宮に近いコインパーキングはどこも満車になっています。僕が止めた駐車場の方もだいぶ車が増えてきているかもしれませんね。駐車場に戻ってきました。駅前の駐車場とは打って変わって、こちらはまだ4分の1くらいしか止まっていませんでした。六輪生活コンセプトの基地にするには最高の駐車場だと思うので、もし同じことをされたい方は参考にしていただけますと幸いです。それでは自転車を片付けていきます。それにしても、今回趣味の楽しさというのは本当に理屈では測れないなと感じました。シティは元コンポを乗せることでスペースユーティリティという車の魅力を犠牲にしていましたが、コペンは自転車を積むことでルーフを開けることができなくなってしまいます。にもかかわらず、単にドライブに出かけるだけの時とは明らかに違うワクワク感がありました。オープンにはできませんが、風を切る爽快さはもちろん自転車にもありますし、適度な運動ができるのも好印象です。また、車よりもゆっくりと、そしてじっくり散策することができますし、駐車場の場所を気にすることなくいろいろなところに立ち寄ることができるのも車にはないメリットですね。六輪生活コンセプトをとても気に入ったので、これからもコペンと電動アシスト自転車の組み合わせを楽しんでいきたいと思います。それでは今回の動画は以上となります。今後もいろいろな動画を出していきたいと思っていますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。